はいどうもチートンです。今日は春の野草を取りにやってきました。ほら早速ありました。こういうハルジオンとかね。ハルジオンはこれくらいの若い感じなら柔らかくてとても美味しいです。とても大好きな野草の一つです。フキノトウやタラの芽に負けないぐらい大好きです。山菜とか香り物の野菜が好きな人は好きだと思います。ハルジオン一度食べてみてほしいです。ということで春の野草を取っていく。ヒメオドリコソウがたくさん生えてます。このヒメオドリコソウも食べることはできるんですけど、今回ちょっとねターゲットじゃないんで置いておきましょう。タンポポがありました。これは日本タンポポですね。この花の後ろにある双方って呼ばれる部分が反り返っていないのが日本タンポポで、反り返っているのが西洋タンポポです。在来のタンポポです。タンポポは根っこから花まで全部食べられるんですけど、今回は特に根っこに注目して食べたいと思います。ちなみにタンポポには利尿作用とか母乳がよく出るようになる成分もあったりして、漢方として扱われていることもあります。抜けた2個あったんだここに。ほら見てみて、これ白くてベタベタの液体が出てます。これね触るとちょっとベタベタするんですよね。乾いてくるとほらベッタベタになっちゃった。ここにも、これも日本タンポポですね。ちなみに西洋タンポポは名前の通り外来種なんですけど、食用として輸入されてきた経緯があります。なので今でもヨーロッパではね食材として普通に扱われていたりします。日本でも古くからタンポポは食材として漢方として使われてきた経緯があります。折れちゃった。ちょっと折れちゃいましたが、タンポポの根っこゲット。全部食べられるんでね、全体的に持ち帰りますか。ちなみに今回もね野草を取ったりしてもいい場所で撮影をしています。水場がありました。この水場もこういう新芽とか若い葉っぱであれば柔らかくておひたしなんかにすると美味しく食べることができます。僕が小学生の頃はこの水場をよく折ってかじってましたね。酸っぱくて美味しいです。ただね、野良猫とか野生動物のおしっこがかかってなさそうなところでやってください。そしてその後ろにあるこれ、ツクシの親分というかね、スギナという植物です。これはですね、天ぷらにするとサクサクして美味しいです。あまり味はしないんですけど、ケイ素をふんだんに含んでいて、ケイソウウォーターとかありますけど、ちょっとね健康志向な野草かなと思います。春です。気持ちいいな。鬼のゲシがありました。しかも若くてちょうどいい食べ頃、柔らかい。手がちょっとチクチクしますが、天ぷらにしちゃえばね美味しく食べることができます。手でポキッと折れるいい頃合い。これもね白い乳液が出てきます。いやこれ天ぷらにしたら美味しそうだ。鬼のゲシゲット。立派なノビルがありました。ノビルの茎はこういう風にちょっと半円にくぼんだような形をしています。すりつぶせばねネギのような香りがするんで分かりやすいです。おれー、立派なノビルが取れました。ノビルゲット。アケビのつるがありました。アケビといえばこんな感じの美味しい果物なんですけど、このつる先の柔らかい新芽はある食材と合わせるとバカうまい料理に化けてくれます。これも少しもらっていきましょう。はい、アケビの新芽ゲットということで、早くも6種類の野草を取ることができました。早速ね持ち帰って調理していきたいと思います。ということで帰宅。ということで今日の食材はこちら、ハルジオン、ノビル、鬼のゲシ、アケビの新芽、タンポポとその根っこ、そしてアライグマのお肉です。アライグマのお肉は狩猟期間に罠猟で捕獲したものです。それを今回の野草と合わせて食べていきます。ということで調理していく。ちなみに今日作っていく料理は、ハルジオンはすき焼きに入れて、ノビルの酢味噌和え、鬼のゲシの天ぷら、アケビの巣ごもり、タンポポの根っこで肉巻きを作っていきます。まずはねすき焼きの準備をしていきましょう。アライグマをスライスしていきます。日本でアライグマは生態系被害や農業被害を出していて、特定外来生物に指定されています。狩猟鳥獣にも含まれていて、狩猟免許を取れば狩猟期間にねこうしてアライグマを捕獲して食べることができます。見てください、この感じ美味しそうでしょう。ただねアライグマには各種細菌やウイルス、寄生虫などのリスクがあるので、しっかり加熱をして食べることと調理場の汚染がないように気をつけて調理しましょう。アライグマってねすごく可愛いイメージがあると思うんですけど、実際にはものすごく力があって凶暴な一面も持っています。某アニメから得られる可愛い印象とは裏腹に、アライグマってね実はこんなイメージなんですよ。アライグマってねものすごく力が強くて人に懐かないし、割と凶暴な一面を持ってるんですよね。なんでね皆さんアライグマを見つけても可愛いから触ろうとせずに絶対に近づかないでください。はい、アライグマのお肉がスライスできました。それでは早速すき焼きを作っていきましょう。いつもお世話になっている外のストーブ、ファイヤー。アライグマのお肉を炒めていきます。アライグマの脂すごい。うわー、すでにうまそうな匂いがしています。いやーうまそう。やっぱりアライグマ独特な風味を持っています。獣臭さありません。うまそう。はい、あらかた炒まったらここにお砂糖を入れていきます。アライグマのすき焼きはねお砂糖たっぷりでいきましょう。ここでねアライグマのお肉と砂糖をしっかり絡めていきます。はい、こんな感じでお砂糖がクツクツしてきたらお酒を入れていきます。お酒を入れることによってね深みも増すし、多少ある獣臭さみたいなものがしっかり消えてくれます。ここで少しひと煮立ちさせてアルコールを飛ばしましょう。ひと煮立ちしましたね。はい、そしたらみりん、醤油を入れていきます。これまたひと煮立ちさせていきます。ひと煮立ちしました。ちょっと味見してみます。そうだ、やっぱ濃いよね。お水を入れます。そしたらここに取ってきたハルジオンを入れます。半分ぐらいに切ります。
入れていきます。抜群に美味しくなります。それと今回タンポポ取ってきたんですけど、根っこを肉巻きに掴んで葉っぱの部分はすき焼きに入れましょう。よいしょ。手前がタンポポ、奥が春菊、中にアライグマの肉が入っています。ということでひとまずすき焼きが完成しました。続いてタンポポの根っこで肉巻きを作っていくんですけど、まずねこの根っこを下茹でしていきます。沸騰したお湯にタンポポの根っこを入れていきます。タンポポの根っこには母乳が出やすくする作用があるらしいんですけど、多分僕からは出ないと思います。はい、タンポポの根っこが一煮立ちしました。そしたらタンポポの根っこをお湯から引き上げてアライグマの肉巻きを作っていきます。タンポポの根っこにアライグマのお肉を巻いていくだけです。アライグマとタンポポの根っこの肉巻き炒めていきます。今回はごま油を使って焼いていきます。うわー、めちゃくちゃいい匂い。食べられるお肉とはいえ衛生管理しっかり加熱をして食べるようにしましょう。ごま油がそそるなー、うまそう。はい、こんな感じで表面がしっかり焼けてきたんで、お肉に火を通すために弱火でじっくり焼いていきます。はい、肉巻き完成しました。めっちゃいい香り。そしてうまそう。最後にねほりにし振りかけておきます。最高すぎんかこれ。続いてあけびの巣ごもりを作っていきます。まずはあけびを茹でていきます。あけびのつるにアブラムシがついてることあるんですけど、あ、ほらほらいるいる。ちょっとねアブラムシが浮いてます。まあね、アブラムシも茹でちゃえば普通に食べられるのであまり気にすることはありません。あけびの下茹でが完了。 OK。 あけびをねこうやって丸く形作って、ここに黄身を入れます。あけびの巣ごもり完成。今度はねのびるの酢味噌和えを作っていくんですけど、のびるも茹でていきます。のびるはね生で食べても美味しいんですけど、この酢味噌和えがねまた格別なんですよね。今回はねその酢味噌和えで食べていきたいと思います。はい、のびるも茹で上がりました。そしたらねこののびるをこうやって蛇腹に折りたたんでいって、残りの葉っぱでこうぐるぐるぐるっと束ねていきます。はい、これでいいです。これがまたうまいんだ。僕の大好物です。そしたらね酢味噌を作っていきます。お酢と味噌と砂糖を加えたものを一煮立ちさせていきます。一煮立ちさせることでお酢の酸っぱさの角が取れてまろやかになります。はい、いいでしょう。のびるにかけていきます。食べるのが楽しみすぎる。鬼のげしの天ぷらを作っていきます。天ぷら粉にねしっかり絡めて揚げていきます。よいしょ。天ぷら粉はね小麦粉2に対して片栗粉を1入れてあります。それを水で溶きました。いやー開いた開いた。鬼のげしはね特に雑味がなくって、それでいてね春の香りがして美味しいです。100点だこれ。1つ目完成。投入。いい音。最後の鬼のげしも完成しました。早速実食をしていきましょう。完成。春の野草尽くしが完成しました。めちゃくちゃうまそうですね。早速いただきたいと思います。せっかくなんでね土鍋でご飯炊いておきました。このお米はね僕が育てて作ったお米です。おこげ最高。それでは大地の恵みに感謝していただきます。すき焼きからいただきましょうか。まずはアライグマのお肉いただきます。いただきます。うめえ。美味しい。やっぱりアライグマ美味しいです。牛肉っぽさがありながらもやっぱどことなくラムのような癖のようなものがあって、それがまた美味しいです。続いて僕の大好きなハルジョンいただきます。間違いない。うめえ。濃いすき焼きのタレがご飯とめちゃくちゃ合います。またハルジオンが香り良くて最高です。ハルジオンはね春菊のような感じが強いですね。どことなく三つ葉のような香りもあって、春菊以上に華やかさがあると僕は勝手に思ってます。ハルジオンおひたしでも美味しいですよ。続いてねタンポポいただきます。タンポポはさっぱりしてますね。強い癖とかは特になくて、春らしい香りと、噛んでたら最後にね苦味がきますね。ほのかな苦味があります。これは大人の味だわ。タンポポは結構大人の味です。いやこれはいいアクセントだ。うまい。アライグマと春菊一緒にいっちゃいましょう。うわー最高。これは贅沢だ。いただきます。うめえ最高。いただきます。燃える。これはうまい。アライグマの旨味とハルジオンがね合わさってってうまくなってます。うまい。残りのすき焼きはみんなに食べてもらおう。これはうますぎる。続いてタンポポの根っこをアライグマのお肉で巻いた肉巻きです。いただきます。うま。タンポポの根っこは筋っぽくなくてサクサクして美味しいです。このねタンポポの根っこも最後に苦味がピリッときます。何なんでしょう、この旨味の中にちらりと感じる苦味を美味しく感じるのは。めちゃくちゃうまい。いやこれうますぎる。うますぎてビールが飲みたくなりました。だけど今日はねアルコールフリーでいきます。最近なんか自律神経障害みたいな症状が出ちゃって、カフェインとアルコールやめてます。
もうノンアルコールでもうまい。こいつらがうますぎる。続いてのびるの酢味噌和えです。間違いなく美味しいやつ。いただきます。間違いない。安定ののびるの香りと酢味噌の香りと相まってめちゃくちゃうまい。これね、もう料亭の味ですね。この濃厚な酢味噌とね、のびるの爽やかさがめちゃくちゃマッチします。最高すぎるな。鬼のげしの天ぷら、天つゆにつけていただきます。最高の上がり方。うんま。いやー待って、俺これも料亭の味だわ。タラの芽とかみたいな強い爽やかさはないんですけど、控えめな春の香りがして美味しいです。えぐみとか苦みはないですね。気になるトゲトゲなんですけど、揚げてしまえば大丈夫ですね。天ぷら粉に入れた片栗粉がいい仕事してて、本当にサクサクに揚がってます。そして最後にあけびの巣ごもり。ここにちょっとめんつゆをかけて黄身を割って、これですよ。あけびの巣ごもりいただきます。やばい。さっきから同じことしか言わないけど、料亭の味だわ。来た。まず最初にね、黄身とめんつゆの旨味が最初に来るんですけど、その後ね、あけびの爽やかな香りとちょっとした苦味が駆け抜けてめちゃくちゃうまいです。あけびの新芽ほんと美味しい。なんとも言えない爽やかな香りですね。これは本当に食べた人にしかわからない爽やかさです。後から来る苦味もいいですね。ということで春の野草尽くしだったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。どれもそれぞれ性格があって個性があって美味しかったです。もう残りはね、家族みんなとゆっくり食べたいと思います。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。バイバイ。